この動画は去年家族になったブレアの体をマッサージだけでなく様々な角度からコンディショニングしていく工程の記録です。骨格上問題のある犬や怪我や手術によって体がバランスよく使えていない犬と暮らす方、またはよくわからないけれども愛犬の歩き方に違和感がある方の参考になれば嬉しいです。ブレアは前足が右より左の方が長いので、短い方の右に負担がかかっています。そして肩より腰の方が若干高いので、平均的な犬より体の前方に負荷がかかり、脊髄の間で圧が均等に分担されずに一定の部位に負荷がかかってしまいます。毎朝腰を触るとこんな風に大きなスパズムが起こります。コンディショニングの当面の目的はスパズムが起こりにくくする、疲弊しているところを緩めて使えていないところを鍛える、この2つです。前回の動画配信後、ちょっと数日跛行をしまして、ちょっと心配したんですけれども、今まで体重をかけにくかった左の前足の方が痛そうにしていたので、前よりも使えている、筋肉疲労しているというふうに考えてですね、好転反応だというふうに考えています。今はもう、跛行は治っていますけれども、そんなわけで今日は前足の、マッサージの仕方をやっていきます。今日紹介するマッサージはですね、後ろ足が弱くて前のめりになりがちな犬、腰痛がある犬、そしてスポーツをやっている犬におすすめのマッサージです。今日は上腕三頭筋と上腕二頭筋をやっていきます。この2つの筋肉は互いに反対の動きをする筋肉です。アンタゴニストとか拮抗筋と呼ばれます。上腕三頭筋が肘を伸ばしているとき、上腕二頭筋は伸びています。逆に上腕二頭筋が肘を曲げているとき、上腕三頭筋は伸びているという感じです。こういう正反対の働きをする筋肉のことをアンタゴニストペアと言います。これをある程度覚えておくと、犬のマッサージをされている方は便利だと思います。ある部位が硬いと感じたら、その筋肉だけでなくてその拮抗筋も同時に触ると効果的です。そういうわけで今日はこの2つの筋肉を選んでいるんですね。ブレアの場合で言うと、前足の長さが左右違うこと、肩より腰の方が高いことで慢性的に疲れている肩と腕の縮んだ筋肉を元の長さに戻してあげるイメージです。ではやり方です。どちらの筋肉も3ステップでやっていきます。このマッサージは立った状態、お座りした状態ではやらないでください。落ち着けるときに落ち着ける場所で、まずはゆっくり撫でながら横になってもらってください。上腕三頭筋からいきます。ステップ1、肩甲骨と上腕骨の尻尾側のへりを矢印の方向にさすります。強い力は入れないでください。時々肩のあたりに向かって流しながら 1,2 分続けます。ステップ2、肘の出っ張りのあたりを指で挟むようにしてさすります。時々脇に向かって流しながら 1,2 分続けます。ステップ3、筋肉全体を矢印の方向にさすります。大きい犬だと肩甲骨に付着している筋肉と腕に付着している筋肉と、分けてさすった方がやりやすいかもしれませんけれども、小さいワンちゃんだったりよくわからないよっていう場合は、全部一緒でいいです。ここも脇に流しながら 1,2 分続けて終わります。では上腕二頭筋の方へ行きます。ステップ1、肩甲骨の一番下、上腕骨に近いあたりのちょっと内側を矢印の方向に向かってさすります。時々首の方へ流しながら 1,2 分続けます。ステップ2、肘の内側を触ります。場所がちょっと説明しにくいんですけれども、腕には2本の骨があって、その両方に筋肉の腱が付着していますので、そこをこんな風に矢印の方向にさすります。
場所が分かりにくいかもしれないので、初めに下になっている方の腕からやるとやりやすいかもしれません。ここも脇の方へ流しながら 1,2 分さすります。ステップ3、筋肉全体を矢印の方向にさすります。首の方へ流しながら 1,2 分続けます。で最後に軽く肩、肘、手首をストレッチして流して終わります。ストレッチしてるのが怖いとか、犬が嫌がるっていう場合は、肩を軽く支えてブラブラブラーと揺らして、リラックスさせて終わってください。ブレアは私がキッチンで食事の支度や洗い物をしている時にですね立ったままじーっと待っている時があります。打ち上げられたクジラみたいにですね横たわっている時もありますけれども、立っている時はずっと立っています。皆さんのワンちゃんはいかがでしょうか。立っている時間は長いですか。立っていられるのは重力に逆らって筋肉が肩を支えてくれているからですね。今日やった筋肉はとにかく頻繁に使われているお疲れな筋肉なんです。後ろ足の分まで常に頑張ってくれている前足のマッサージをぜひやってあげてください。このお疲れなですね肩と前足の、負担を軽くするために次回は体幹と姿勢を整えていきます。ここまでご覧くださった皆様ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。